映画千と千尋の神隠しのモデルになった元ネタを紹介。ということで今回取り上げるのは千と千尋の神隠しです。スタジオジブリ、宮崎駿監督が手掛けた2001年の作品千と千尋の神隠し。宮崎駿監督は前作の1997年に公開されたもののけ姫の後、一度引退宣言をしましたが、それを撤回して作った作品がこの千と千尋の神隠しで、監督がよく知る10歳の女の子のために作った作品になります。そんな千と千尋の神隠しは、八百万の神様たちが疲れを癒しにやってくる油屋と呼ばれる湯屋が舞台のお話で、その異世界に10歳の女の子が紛れ込むところから物語は始まります。宮崎監督はじめスタッフは、主人公の千尋が足を踏み入れたその異世界を描くために、いろんなものをモデル参考にしながら千と千尋の神隠しの世界観を作り上げていますので、今回は千と千尋の神隠しを作るにあたってスタッフが参考にしたもの、元ネタを紹介していきたいと思います。アニメ映画千と千尋の神隠しは2001年に公開された作品で、監督・脚本を宮崎駿監督が務めていて、アカデミー賞では長編アニメ映画賞を受賞し、また劇場版鬼滅の刃無限列車編が公開されるまで日本歴代興行収入第1位の作品でした。そんな千と千尋の神隠しを作る前、宮崎駿監督は実は煙突描きの凛という風呂屋の煙突に絵を描く20歳の女性を主人公にした物語を考えていました。ただプロデューサーの鈴木敏夫さんが踊る大捜査線ザムービーを見たことによって、この煙突描きの凛の企画はなくなってしまいます。鈴木敏夫さんは踊る大捜査線ザムービーを見たときに、若者の特性が等身大で描かれていると感じたそうで、若者のための映画は若い監督に任せるべきだと思い、そのことを遠回しに宮崎監督に伝えています。鈴木さんの意見を聞いた宮崎監督は、それならということで、子供のための映画、自分が知っている10歳の女の子に向けた映画を作ろうと、作品のテーマそのものを変え、煙突描きの凛で考えていた風呂屋という設定は残しながらも、全く違う新しい物語、千と千尋の神隠しを作っていきます。その際、監督は舞台を江戸東京建物園にしたいと鈴木プロデューサーに伝えています。スタジオジブリと同じ小金井市にある江戸東京建物園は、歴史的建造物が保存・展示されている場所で、そこにある建物が千と千尋の神隠しの油屋の内装だったり、油屋の近くにあるお店などに大きな影響を与えています。スタジオジブリのホームページにも大いに参考にした場所として江戸東京建物園の名前が掲載されています。この江戸東京建物園の中のどの建物が千と千尋の神隠しのどこに影響を与えているかというのは、以前千と千尋の神隠しが大いに参考にした江戸東京建物園に行ってきたという動画を上げていますので、ぜひその動画の中で確認していただきたいんですが、千と千尋の神隠しで美術監督を務めた竹重洋二さんは、実際江戸東京建物園にロケハンに行っていて、釜爺のボイラー室や薬草の棚などは江戸東京建物園にある建物の特徴を集めて描いています。その他、油屋の内装の参考になっているのは日光東照宮や目黒雅叙園で、特に目黒雅叙園は油屋の中の壁や天井などに大きな影響を与えました。で、その油屋の襖には鬼が描かれていますが、竹重さんは宮崎監督が書いた絵本もののけ姫の中に出てくる鬼をイメージしながら襖の鬼を描いていたそうです。さらに湯婆婆の部屋には大きな壺がありましたが、これは小伊万里の壺だと宮崎監督から指示があったそうで、実際に映画に出てくるような大きな小伊万里の壺があるそうです。それに対して油屋の外観の方はジブリの社員旅行で行ったことがある
道後温泉の宿をモデルにしながら竹重さんは描いていきました。で、宮崎駿監督はこの千と千尋の神隠しという作品を子どもたちに向けて、これが私が知っている世界ですよという思いで作っています。言い換えると、監督が見るリアルな現実社会をファンタジーとして描いているわけですが、その中で千尋が仕事をする、働くという設定は宮崎監督の好きなドイツ児童文学オトフリード・プロイスラーのクラバートに通じるものがあると監督は言っていて、クラバートは働くということに関して非常に優れた作品と説明しています。また、湯屋に八百万の神様たちが疲れを癒しにやってくるという設定は、宮崎監督と鈴木さんがよく見ていた NHK のドキュメンタリー番組、1995年から98年に放送されていたふるさとの伝承の中のいくつかのエピソードからアイデアを思いついています。そのエピソードの中に、全国の神々を迎えてお湯でもてなすという下月祭りや、釜でお湯を沸かし、釜から湧き上がる湯気に乗って神様が降臨するという花祭りを扱った回があって、それらを参考にしながら神様がやってくる湯屋の世界が出来上がっていきました。その湯屋にやってくる神様にはいろんな神様がいましたが、その中には春日大社の象面を元にした春日様や、秋田県の生ハゲをモデルにしたお生様など、モデルがある神様もいて、湯屋の建物、内部、そしてそこにやってくる神様、それらすべては日本の文化で継承すべき日本の伝統をモデルにしています。ちなみに、その神様がやってくる湯屋で働くカエルたちは、背広を着ている日本のおじさんにそっくりと宮崎監督は説明していました。その他のメインキャラクターは、これまでの宮崎駿監督の作品の登場人物とつながるものもあって、湯婆婆と銭婆は天空の城ラピュタのドーラやもののけ姫のひい様のように特徴ある花になっていましたし、リンは魔女の宅急便のウルスラのような男っぽいキャラクター、主人公を導く役になっています。また、千尋の両親やかまじいも宮崎監督の作品によく登場するキャラクターで、登場人物はいつも通りの宮崎監督らしい作品なんですが、この千と千尋の神隠しはそれまでの監督の作品とは違う、監督の目を通して見る世界がありのままに描かれていて、その現実の世界を10歳の女の子に伝えようとして作られたのが映画千と千尋の神隠しになります。ということで、今回は千と千尋の神隠しが参考にした元ネタを紹介しました。舞台となった湯屋は監督たちが細部にまでこだわった異世界になっていて、異世界ではありますが、神様をはじめ建物などに日本の伝統が込められています。なので、ぜひ宮崎監督たちがこだわった日本の伝統の美しさや緻密さを感じながら、千と千尋の神隠しで描かれている日本文化に触れてみてください。ということで、今回は映画千と千尋の神隠しについてのお話でした。